皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は書の上達に欠かせない3つのことというテーマでお話をしていきたいと思います。で、早速結論から言います。書の上達に欠かせない3つのこと。1つ目は練習で意識すべきポイントを明確にする。2つ目は自分の考え方を常に疑問視する。3つ目は向上心を持つです。これについて詳しく解説していきます。書道の上達が早い人って必ずと言っていいほどこの3つ意識してると思うんですよね。意識してるというか無意識の領域でそれをちゃんとできているんだと思うんですけど、私はそれをしっかり意識して心がけてやることによって自分の実力の向上を図っているタイプです。この3つの意識がないと逆にどんなに練習してもあんま上達しないでしょうし、枚数だけこなすだけになってしまって時間の無駄にしてしまいそうだなって自分自身でも思ってるんで、ぜひ私が日頃から心がけているこの3つを皆さんに共有させていただくことによって少しでもお役に立てればなというふうに思っています。書の上達に欠かせない3つのこと。1つ目は練習で意識するポイントを明確にするです。こちら蘭亭序のもという字をご覧ください。皆さんだったらこの一字を練習するってなった時に何に意識を向けて練習をされますか？率直に答えてみてください。例えば初心者の方によくあるのが字形がかっこいいからとりあえず字形を真似しようっていうのが、よくあるパターンかなっていうふうに思いますね。本当にこれ毛筆に特化した話なんですけど、書道では字形を真似するだけだと実は上達あんまできないんですよね。ペン字とかだと別だと思いますよ。硬筆とかだと、ある程度は字形だけでもなんとかなると思うんですけれども、毛筆に関しては字形だけ追ってても全くと言っていいほど上手くならないんです。上達しなかったりとか練習してるのに伸び悩んでるっていう方のほとんどが字形にとらわれすぎているっていう場合が多いんですよね。裏を返すとめちゃめちゃ上達早い人とか超上手い人っていうのは毛筆の特性を熟知しているので、例えば字を見た時にすぐに毛筆の弾力に気づくわけですよ。この毛を見て同じように字形が素晴らしいって感じたところは一緒です。ただその先になんでかっこよく見えるのかっていう理由を知っているわけです。毛筆の弾力、この穂先のバネっていうのがあるし、それによってスピーディーに乗っていく線とかじっくり深く紙に食い込むような線だとか、そういうのの相乗効果でめちゃめちゃ美しく見えてますよっていうのが分かってるんですね。なので練習の目的をはっきりさせることができるんです。なんでその「も」っていう字から毛筆の弾力を感じるんだろうで、理由を探っていくわけですね。そうすると、あれ？自筆？当たるとき、やけに太い線からスタートしてるところがあるな。なんで太くなるんだろう？これってスピードを上げて筆開いてるから太くなるんだよねっていうところまで気づいちゃうみたいな。あ、このもをかっこよく書くにはスピード上げるところがないとこのもにはならないんだとかっていうことに気づくことができて、スピードとリズムが大事だよねっていう話になってきて、そこに特化して練習することになるんですね。形に加えて美しさを実現させるためのスピードを乗せたりとか、緩急、ゆったり書いたり、早く書いたりっていうリズムをつけながら書くっていう練習方法に変わるっていう感じですね。こんな感じで練習で意識すべきポイントさえ明確にできれば、着実に伸びていきますし、上達もしやすくなっていくわけですけれども、例えばこれを知らずに字形が全てだと思い込んでいて字形ばかりにフォーカスして練習してしまうと、そもそも練習で意識すべきポイント自体がずれてしまっているので結果が出ない、伸び悩むっていうことにつながってしまいます。なので上達に欠かせない3つのポイントの1つ目は練習で意識すべきポイントを明確にする。これに尽きると思いますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。書道の上達に欠かせない3つのポイント。2つ目は自分の考え方を常に疑問視するです。先ほどの話じゃないですけど、また蘭亭序の「も」という字で解説させていただくと、例えばこれ大体形も取れるようになってきました、スピーディーに変化もつけれるようになってきました、太い細いもバッチリです、粗筆もできますってなったら、やっぱ自信持つじゃないですか。自分の考えてやったことは正しかったんだ、この通りの線が出たから絶対に合ってるに違いないみたいな感じで思うんですけど、そう思ったとしても過信しないということがとても大事かなというふうに考えています。線っていうのは自分の実力に見合って見え方が変わってくるんですよね。ちょっと前まではこういうことしか気づけなかったのに、なんかいろいろできるようになってくると、この線の奥深さっていうか力の加わり方とかがすごく鮮明に見えちゃって、あ、
力の中心ただの横線の中で下通ってから上通ってるわとか、このただの1の中での重心の移動、ほんと砲の先にかかってくるこの圧力ってあるんですけど、いろんな方向に広がる毛先一本一本の圧力ってあるんですけど、その広がり方もめっちゃ変わっていくやん、一本の中でみたいなのに気づいたりとかしていくんですよね。なので、先には先があるんです。生涯学びが終わることはなくって、見えてくるものがどんどん増えていく一方です。ここまでできたから終了っていうのが書道にはないんですよね。今よしできた完璧って思っても、まだそこの先を気づいてる人もいっぱいいるので、自分の考え方だとか、過信しすぎずに、もっともっと学んでいくっていう姿勢を常に持ち続けるっていうことが大事だと思います。で、その姿勢って多分素直さにも直結すると思いますし、いろんな古典を吸収する、いろんな技術を吸収したいってこれからなった時に、やっぱ素直な人の方が伸びると思うんですよね。常に自分の技術とか知識に疑いの目を向ける勇気を持つということ。これが上手い人の特徴だし、私自身も常日頃心がけてってこともあるんですけど、上達に欠かせない本当に大事なポイントだなというふうに、考えています。考え方においては一番重要かもしれないですね、ここの部分。自分に常に疑いの目を向ける。ぜひ皆さんも試してみてください。書の上達に欠かせない3つのこと。3つ目は向上心を持つです。自分を向上させるって意外と難しいじゃないですか。だって向上心持てないもんは持てないんだもんってなっちゃうじゃないですか。なので、どうすればいいかっていうと、常に新しいものにチャレンジする。これがすごく向上心が上がるおすすめの方法です。例えば書道で言うと新しい古典にチャレンジするとか、今まで初等の三大家基本的なのやってきましたっていう人だったら、じゃあ次はちょっと踏み込んで米仏やってみようかなみたいな感じで、自分の興味が湧いた古典いろいろチャレンジするようにするんですね。そうすると新しい古典に触れることによってまた新しい筆法技を知ることにつながります。このかっこいい技ってどういう風に筆をコントロールすると実現できるんだろうっていう風に新しいワクワクが出てくる。そしてそれが実現できた時の喜びとかでどんどん向上心が上がっていって、さらに上を目指したいっていう気持ちにもつながっていくと思うので、どんどん新しい古典にチャレンジをしていってみてください。新しい古典にチャレンジする以外にも学びの環境をそもそも変えちゃうっていうのもすごいおすすめなんですよね。独学されてる方なんかだったら近くの教室に通ってみようかなみたいな、学びの環境を変えるだけでも、新しい先生に出会いますから、その先生の考え方を知れたり、書を見る視点、新しい視点を気づかせてもらえたりとか、そこで出会う仲間たちのその取り組みの姿勢とかがすごく勉強になって、自分の意欲をかき立ててくれたりとか、そういったこともあると思うんで、環境をガラッと変えちゃうっていうのもすごくいいことですよね。新しい古典チャレンジするのも、教室に通ったりするのも、新しいことにチャレンジするっていうことでは向上心を高めることに直結すると思いますんで、ぜひ皆さんも実践してみてください。はい、ということで今回は書の上達に欠かせない3つのことというお話をしました。振り返っていきましょう。まず1つ目が練習で意識すべきポイントを明確にする。そして2つ目が自分の考え方を常に疑問視する。3つ目が向上心を持つでしたね。ただ練習で意識すべきポイント明確にしろって言われても、もうそれができないんだよとか、自分の考え方に常に疑いの目を持つって言っても、そもそも自分の考え方とかまだそんなんじゃないしとか、あと向上心持つって言ってもそんな環境どこにあんのよとかもあると思います。そんな方はですね、ぜひアプリで学べる私の書道学校、こちらでお待ちしております。アプリの詳細は概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。今回の動画役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。動画の感想もコメント欄の方でお待ちしております。今日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。さようなら。